皆さんこんにちは。オーディオ評論家の生方三郎です。ステレオサウンドオンラインの YouTube ではですね、これまでさまざまな形で、パラダイムのペルソナシリーズのスピーカーの魅力に、迫ってまいりましたけれども、本日はですね、ここステレオサウンド視聴室においてですね、ピアノの音楽にフォーカスを当ててですね、その魅力に迫っていきたいと思います。本日はですね、特別ゲストにですね、ジャズピアニストの岸野よし子さんにお越しいただいてます。岸野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。デビューに至るところのあたりのお話ですね。もともとクラシックのやられて、そこからスタートしてこう、ジャズと、ジャズだけでなくこう広いジャンルのとされてると思うんですけども、そのあたりのお話から少しお伺いしてもよろしいですか？ありがとうございます。そうですね、私3つからピアノやってるんですけど、もうクラシックをやってたんですけど、でも中学ぐらいからだんだんこうバンド活動にちょっとそっちの方に行き、もう中学の時なんて女の子だけのビートルズのバンドをやってみたりとか、当時なんでドラムとかベースやる子とか少ないので、じゃんけんして負けた子がベースになるみたいなそういうお決まりので、大学に行ってからいろんな大学のサークルを手伝ったりして、そしてやっぱり音大に東邦学園大学に行ったんですが、どうしてもこうバンドっていうのが楽しいし、でピアノでやっぱりジャズをやるとなるとアドリブというのにすごく行き詰まるので、でアドリブはどうしたらいいだろうっていうので、こういろいろセッションやったりこうやるようになって、だんだんジャズに行ったんですが、でどんどん自分のバンドを作ってライブをするようになって、でそこから私のライブを見てくださった方が声をかけてくださって、でなんと GRP でデビューアルバムということが実現したのが95年ですね。GRP レーベル自体が割とスムースジャズ的なものも多かったし、もう本当素晴らしいレーベル大好きだったんで、だからそこからお声かけていただいたのはすごいもう本当にラッキーで夢のようでした。そうだったんですね。岸野さんは楽曲作曲と演奏もされると思うんですけども、どういったこうインスピレーションを得てこう音楽に昇華されるんですか？映像とか例えばCM とかだったら絵コンテでもいいから、そういうイメージは私はもらった方がメロディーが浮かびやすいんですけど、だから実は自分の作品を作るのが一番苦労しますね。なんかこう漠然と家にいても曲って、でも生方さんもだって曲作ったりとかなさるじゃないですか。日常生活でなんかこうぼーっとこうお菓子食べながらワイドショー見て曲ってできませんよね。そうですよね。なので自分の作品作る時が一番困るので、大概ね海外行ったり地方でツアーに行ったりして、そこで書いたりとか、そういうことが多いかな。何らかのこう非日常のインプットといいますか。そう非日常を求めちゃいますね。あとはもう CM とかそういうのはもう映像のイメージとか、こういう映画とか映像があってこれにっていうと、割と私はメロディーが浮かびやすいタイプなんですが、こちらのアルバムニュアージュの1曲目も、パリで書かれたというふうに伺ったんですけども、このアルバムはそういったいろいろすごくヨーロッパに行ってた時期があって、でその時にパリに行ったりイタリアに行ったりして、で両方でやっぱりピアノを弾いていたので、コンサートやったりライブやったりもしたんですが、でその時に作った曲がすごく多くて。岸野さんといえばピアノがベーゼンドルファーのオフィシャルアーティストということなんですけども、そのピアノに対するこだわりといいますか、ベーゼンドルファーのお好きな魅力というか、っていったところもちょっとお話伺えますか？
ベーゼンドルファーってピアニストによっては弾きにくいピアノ、演奏しにくいピアノっていうことを言う方もいらっしゃるんですけど、なんていうのかな、ピアノのやっぱり主張もすごくて、フォルテッシモで弾きすぎると音が歪んでしまうし、ピアニッシモもしっかり弾いてあげないと綺麗な音が出ないんですよね。だけどそういうもう難しい子ほど可愛いみたいな感じで弾き続けるうちにすごく好きになっちゃいまして、で私90年代にテレビ音楽番組をやってたんですが、それの収録スタジオにたまたまベーゼンドルファーがあって、そこでベーゼンドルファーと知り合っちゃったので、もう5年間ずっとそこでベーゼンドルファーを弾いてたことで魅力にもうどっぷりはまりまして、あとピアノって音色がフォルテフォルテシモとかピアニッシモピアノとかそれだけじゃなくて、やっぱりどんな楽器もそうですけど、もうすごく何十通りっていう音色が出るんですよね、実は。それは弾き方なので、そういうのも私はこう弾きながらこんな音色も出るんだみたいな、そういうのがすごく大事だなと思うんですよね。それによって聴いてくださる方に伝わり方とか、あとリズム感がすごく楽に出せるようになるとか、まあ基本はどんな楽器でもそうだと思うけど、力を入れちゃいけないっていうだから生徒さんなんかにはまず体操とかブラブラみたいな感じから始まったりとかするんですけど、そういうことも大事かなと思うので、そういう音色っていうのはすごい大事に思ってます。それから岸野さんのといえばやはりライブの臨場感というか、それライブならではで聴くやっぱり音楽の醍醐味があると思うんですけども、ライブ演奏する時のこだわりというんですかね、そういった部分のお話っていうのは。そうですね、やっぱりライブはもう一期一会のものなので、その時しかできないお客様も含めてみんなで作るものだとは思ってるので、特別なものだと思うんですが、特に私ピアノトリオでライブをやることが多いので、ピアノって生楽器なので、生楽器っていうか電気通せないので、ドラムとか電気通せるギターとかにはもう負けちゃうんですよね、音量的に。なので最初の若い頃はもう負けないように一生懸命ガンガン弾いてたんですが、だんだん体力もねなくなるし、あと対抗してもしょうがないなっていうので、そういうことからやっぱりすごくね弾き方とか力を抜いても音が届くようなピアノの弾き方とか、そういうのも研究はしてますね。なので今でも一緒に演奏してるドラマーとかパーカッションはそういうことも分かってくれてるので、そんなにガーンっていくとこは行くんですけど、すごく緩急があるっていうか、ジャズのトリオとしては珍しくピアニッシモからフォルテッシモまで使え即興でできるっていう、そういうメンバーと一緒にできてるんで、すごく楽しいです。今日はこのペルソナの、シリーズですね、パラダイムのペルソナシリーズでお聴きいただくわけなんですけれども、やはりこういったスピーカーっていうんですね、オーディオの機器というのは特別な存在であると思うんですけども、日常の中で音楽を良い音で聴こうという、少し特別なものだと思うんですけども、岸野さんご自身は、こういったオーディオですねに対してどういったイメージをお持ちなのかなと、もしくは普段どういうふうに音楽を聴かれたりしていらっしゃるのかなっていうことをお伺いしたいんですけれども。そうですね、私は演奏家なので録音する時もピアノの音をなるべく自分が聴いてる音に忠実に再現できればなとずっと思ってきてたんですよ。それでベースもドラムもライブが一番やっぱりライブ感みたいのもあるし、ライブの音が一番楽しいのかなと思ってきてたんですが、だけど最近オーディオでいろんなオーディオとちょっと出会ったりとかすると、
そうじゃなくて、うんやっぱりライブってこう確かに座る位置によって全然音がはい、ドラムばっかり聞こえちゃったりとかあーそういうこともあるし、だから CD はすごくこうそれをバランスはとってね、もちろん聴けるんですけど、はい、でもさらにそれをすごくこう夢のように自分の好みにはい、の音にしてくれるっていうのがすごい素晴らしいスピーカーなのかなっていうことが、私は最近分かりましたね。送りばせながら。なるほど、はい。まあ、そのままをこう再現するんじゃなくてまあ、オーディオ機器を通してよりこうまた違った世界観というかそうですね、魅力を引き出すというような。でその方の好みに合わせてそれでねチョイスしてその方が選ばれるわけなんだから、それはそれでいいんだなというふうにも思いますね。まあ生の音を本当は聞いてほしいなって、生はこういうふうに聞こえるんですよっていうことも聞いて、で選んでくださったらもっといいかなとも思うんですけど、でも生の音っていうのがまたね 100% いい状態で聞けるところっていうのは少ないので、だから CD はその生の音をなるべく忠実に録音したいなとは思ってるんですけどね。そうですね。そういう点で言いますと、その録音、岸野さんはものすごいこう数の録音をこうされてると思うんですけども、こうご自身のピアノの取るアプローチっていうんですかね、こうピアノっていろいろな取り方があると思うんですけども、まあクラシックジャズにしても、まあ、そもそも全然違う取り方しますし、まあ、そのジャズならジャズの中でもエンジニアと、まあ、そのアーティストに好む音に求める音によって全然アプローチが異なってくると思うんですけども、岸野さんのそのアプローチとしては、やはりさっきおっしゃっていたようなそのご自身がまあピアノを弾いている時に聴いている音っていうんですかね、そういったところをこうより忠実に再現するっていうのが方向性なんですかね。そうですね。やっぱり例えばスタジオによっても違いますし、あとホール録音だと残響も全然違うので、また全然多分マイクのセッティングの仕方とかも変わってくるとは思うんですが、でもやっぱり再現した音を録音した音を聞いた時に自分がイメージしている音っていうのはその自分が聞いてる音で。でも自分が聴いてる音というか本当はピアニスト自身は一番いい音を聴ける位置じゃないんですよね、あれ。ね、実はピアノの蓋ってこうやって開くので、私じゃなくてこっちにいる人が一番よくお客さんが一番よく聞こえるんで、私じゃないんですよね。だから2人いたらこっちで聴けるのになっていつも思います。自分では決して聞けないというか、だからでもなるべくピアノの音を聞きたいので譜面台は全部常に外して譜面とかを置くとしても小さな譜面を直接上に置いて、から生の弦からの生の音を聞きながらいつも演奏してます。譜面台があるだけでちょっと遮られる感じがするので。録音の時もこだわる人やっぱ取られますよね。あ、やっぱそうですか。取ったり、あと特注のなんかもっと枠みたいな問題を置いて、それで音をなるべく遮らないように録音する時にっていう方もやっぱ多いので。そうですか。ですね。確かに譜面台ってね、板があると音がそこで跳ね返ると思うので、録音にも影響するでしょうね。そうですね。やっぱりいろいろなそうですよね、構造的にもいろんな音の出方っていうんですかね、打楽器であり、弦楽器でもあるというか、そういう難しいですよね、ピアノってそういう意味で場所聴く場所によったりとか、特にあと篠さんの場合一番でっかい大きなインペリアルという、もうフラグシップのピアノで録音されるので、そこもまたやっぱりどういうふうに撮るのかっていうところがすごくアプローチが興味深いなというふうに思いますね。そうですか。確かに
ピアノ自体大きすぎて、ね、録音の時のマイクのこととか私は詳しくない、セッティングのことまでは詳しくはないんですが、でもエンジニアの方と相談していつも、なるべくこう残響がすごくいい音がするのでそれを無理なく拾えるところでとか、特にソロピアノの場合はピアノの音色がすごくよく、ね、出るので、そういうことは考えていつもこだわってると思います。では、そういったピアノの志野さんのピアノの音をですね、今日はこのスピーカーで、聞いてまいりたいと思いますけども、いかがですか？いや綺麗ですよね。特に花みたいになって、本当に美しい、独特の模様がありますね。洗練されてますよね。そうですよね。ね、すごく綺麗。品のいいというか。品がいいですね。ですね。生方さんお持ちなんですよね。そうですね。ちょうどこのまさにこの色のモデル、このモデルのこの色ですね。素晴らしい。この色なんですけども、実はこれいくつかそのポイントがあって、このスピーカーならではのポイントというところがいくつかあるんですね。でこのペルソナなんですけども、先ほど岸野さんおっしゃったようにここの部分のすごくこう、お花のように綺麗だというふうにおっしゃってくださいましたけども、この部分がですねこう、模様としてその視覚的な部分、もあるんですけどもこの音の部分への効果というところがありまして、ちょっと専門的な用語で言うとこう、音響レンズというふうに、呼んでいるんですけども、ここの奥にあるスピーカーのユニットですね、こういったものが入ってるんですけども、そこから出た音をこう、これをこの模様を通すことでこう整えるというような音の広がり方であったりとか、そういったものを整えるという効果があります。ですので、見た目にもすごく美しいんですけども、そういった音に対しての配慮というところがまず、特徴的なスピーカーになっています。なるほど。これそれで色もいろいろあるんですよね。そうですね。色もですね、これは結構こう黒で、のトーンなんですけれども、ここのまず本体の色と、それからここのフロントのパネルのこの色ですね、であったりとか、あとここのスピーカーのユニットの色まで選べるんですね。カスタムできる。カスタムできて、そういうここの外側なんか本当にいろいろな色がから選べますので、そういった意味でもこう自分好みのなるほど組み合わせを選べる。さっきねそのパンフレット見せていただいたら、ねこの車みたいにオーダーメイドできるみたいな、色がすごく可愛くてね、リビングに合わせたりする写真が載ってましたけど。そうですね。今これはこういう暗めのトーンですけどね、こうペルソナシリーズといえばというようなこう青いすごく美しい明るい色もありますし、非常にこう形とともに洗練されたイメージがありますね。それとあと見た目的な部分の延長で申し上げると、ここの少し波がこう打ってる、波ってなっているこう、とこがあるじゃないですか。この振動板っていうんですけど、この周りのところが、ここがエッジと呼ばれる部分なんですけども、ここが独特のこう形状にすることでですね、その音のこう振幅した際のこう音の悪影響っていうんですね、そういったものをこう抑えたり、したりですね。通常のスピーカーはもう本当に平らというか、特にこういうデコボコしてないんですけども、そういった配慮が、あるというような、独自のそうですね、技術的な部分で、そういったものが、組み込まれていたりするのが特徴ですね。それ低音ですよね。そうですね。ここが低音を担当するものですね。でここが中音域で高音域になっています。
であともう一つですね、はい大きな特徴があるんですけども、はい、ここの、高温と中音域の素材ですね、はい、ベリリウムという金属をはい、使っていて、あまり聞き慣れないはい素材だと思うんですけども、非常にこう成形するのが難しい材料でして、なかなかすぐにどこでも作れるというものではないんですよね。ただスピーカーのやっぱりこう一番重要なところがこの振動板の部分なんですね。はい、なので、楽器でいうとなんですかね、ピアノで言えば弦とか、他に響板とかもすごく大事だと思うんですけども、はい、一番音になる要素の部分なのですごく大なるほ事ど。で、それにその素材をこうどういうものを使うのが理想的なのかっていうのはいろいろな考え方があるんですけども、そういう、素材として、優れた特性を持っているベリリウムというものを、優れた技術でこう成形をしているというところが、大きな特徴になっております。すごい技術ですよね。じゃあその成形しにくい金属でこの形を作る。はい。でこういった小さい振動板の素材であれば結構、よくはないあるわけじゃないんですけども、あるんですけど、こういった大きな部分のところもそのベリリウムでやるというのがなかなかないものでして、そういう意味でもすごく、特徴ですね、ポイントになっております。すごく音に影響してくるってことですね。そうですね。音の反応というか音色の部分とか再現性ですね。そういったところに大きく影響してくるんですね。温かい音がしますよね。そうですね。優しさもありつつクリアさもありつつ、そうですね。シンバルの音とかすごい、ブラシの音とかすごく綺麗でしたね。ですね。綺麗でしたね。ウィンドチャイムのシャラシャラって音とかがすごく印象的ですね。すごい綺麗。でも高音だけじゃなくてちゃんと低音もなんか優しい感じに聞こえてすごく綺麗。バランスがいいんですかね、やっぱりね。クリアなんだけど高音が優しい感じがするますね。シンバルがすごくまた特徴的というか、さっきとはまた全然違いますよね、ここそうね。これはドラムの方はまた別の方なんですか？違う人なんです。すごい2人両方とさっきの曲とこの曲はお互いの、その2人の特徴的なのがすごいよく出てるので、これはドラマならではのなんかグルーヴ感みたいなのが出てるんですけど、さっきのパーカッションならではのこうすごくこう空気を作るみたいな感じ間というかですね。いいですね。バランスがすごく良くて。最後のシュワ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 っつってたのは、花本なんですよ。花本の音ってなんかこうちゃんとスピーカーしたスピーカー行かないとシュワーって言ってるだけでわけわかんなくなっちゃうんだけど、すごくよく分かってびっくりしました。もうちょっとボリューム上げてもいいですか？
ペリアルです。深みが。そうですね。やっぱりその良さがすごくナチュラルに伝わってくるから。インペリアルは今録音できるレコーディングスタジオが1個しかなくて、だからスタジオ全部同じところなんですけど。これスタジオは世田世田谷谷でした。そうですか。はい。すごい綺麗、綺麗に余韻もすごく綺麗だし、染みます。いいですね。ありがとうございます。なんか空気感が違いますね、さっきのね。そうですね。多分スタンドウェイなんでしょうね、これね。そうですね。音色が全部きちんと聞こえるんだけど、なんかストレスなくバランスよく聞こえますよね。こんなことやってたんだっていうのがすごく嬉しい。こうモニター的にも聞けるのに綺麗な、そうですね、聞きやすい音というか、そうでしょうね。美しさもあるというか。そうですね。いいですね。ちょっとずっと聞いてたいね、ずっと聞きたいですね。はい。美しい品のある音が品がありますね。ありますね。上品ですね。弦が入ってるんでまた全然雰囲気が。はい。すごい重厚感。奥行きがあるんだけどすごく歌も優しくね、柔らかく奥行きがね。素敵。世界観がね。これクラウス・オガーマンとアル・シュミットなんですよ。黄金コンビなんで素晴らしいですよ。王道を聞いてる気がする。すごい素敵。すごい音使ってますね。もうストリングス。びっくり。知らなかった。こんなぶつけてるというか。でね、すごい知らなかった。すごい音をぶつけてますね。すごいな。いいですね。素晴らしい。本当スワンダフですね。たまんないですね。たまらないですね。ずっと聞いてたいですね、これも。いや、すごく気持ちいい、心地よい音で。ね、なんかスーッと入ってくるっていうナチュラルで素晴らしかったですね。本当すごい美しい音で。美しかったですね。もういつまででも聞いていたいただ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 聞いてしまうっていうですね。本当に。良い音でしたね。本当なんかこう高音とか低音とかそういうなんか理屈で考えなくなるくらいに素晴らしいこうスーッと入ってくるナチュラルな音でしたね。そうですね。本当になんか自然に、でもなおかつこう演奏だったり楽器の魅力っていうところがやっぱりこう見えてくるというか。そうですね。で私のCD は私はベーゼンドルファーがとても好きなので、まあオフィシャルアーティストもやってるんですが、ベーゼンドルファーのインペリアルっていう世界中で一番大きな使わない普段は使わない黒鍵がエキストラで下の方にあるピアノなので、すごくこうスタインウェイとかヤマハとかと比べると、音の深みがあって、残響も長いんですよね。だけどそういうこう音の深みとか温かみもすごくちゃんと再現されてて綺麗でした。特にソロの
ピアノソロの曲で、時にすごくこう低い弦の方まで響きが豊かに聞こえてきて、そうですね、素晴らしかった。まあどうしても私なんかは音楽ね演奏家なので、演奏に忠実、録音にしたり私たちが演奏した時と忠実な音を、ね、求めてしまいがちなんですが、でも最近学んだんですが、素晴らしいオーディオってさらにそれを、まあ、こう美しくしてくれるんだなっていうことがね、ピアノの音色もすごくまたさらに美しく聞こえるっていうのが、魅力なんだなと思いました。そうですよね。やはりこうペルソナってこう忠実な部分もあると思うんですけども、それだけではなくてこうそこからさらにこう美しさを引き出すというか、まさにおっしゃったようなところがあるなというふうに。そうですね。品がありますよね、音にね。最後に聞いたストリングスね、ダイアナ・クラールとストリングスの、もう本当に品がありましたね。ね、素晴らしかった。美しい音でしたね。美しかったですね。そして今日はこの5作品ですね、5タイトルの中からいくつか聞かせていただきましたけども、まず最初にヒロさんのアルバムですね。私のこのニュアージュっていうこれね、まあこれもベーゼンドルファーで録音してるものなんですが、一番まあ私には一番新しい最近のアルバムなんですが、どっちもピアノトリオの2曲の中からね最初に聴いていただいたんですけど、1曲目の「ニュアージュ」っていう曲と、あと9曲目の「ダンス・ウィズ・ダイナソー」って曲をかけたんですが、1曲目はパーカッションがね、とってもクリアで、なんだろうな、このブラシの音とかね、細かい音がね、すごく繊細ですごく素敵でしたね。でベーシストは同じなんですが、もう一曲の「ダンス・ウィズ・ダイナソー」っていうのはドラマーだったんで、またちょっとブラシとかシンバルの音が全然また違って、比較も面白かったですね。そうですよね。その辺の楽器の違いとか演奏の違いがものすごくよく出てきましたね。よく出て、本当。でももう共通してはすごく品のある美しい音で再生してくれるから、すごく素敵でした。ベースの音もすごくこう良かったですよね。そうですよね。きちんとこうボトムの量感もありつつ、細かいディティールの再現っていうところも出てきていましたね。低音もすごく再生してね、ものすごくいい音なんだけど、でもなんかすごくバランスがいいんですよね、低音と高音のそうですよね。中高音と中音もね、全部バランスが良くてすごく綺麗でした。やっぱりこうトリオの3人のこう存在のバランスっていうところがすごくこうちょうど良いというか出てきているのかなっていう。そうでしたね。その辺はいかがですか？想定されたものというか、実際録音された時とかに確認されると思うんですけども、こういうバランスで、こういうふうにという、あると思うんですけど。いやすごくね、特にピアノの音に関してはもうすごく品があって、やっぱりでも私は深みのある音が好きなので、それもちゃんと再現されていて、そしてその3人のピアノトリオのバランスっていうのもとてもこうナチュラルで美しく聞こえたので、こんな風に聞いてくれたら嬉しいなって私は思いました。これもねこれの中の「ホープ」っていうアルバムのリベルタンゴもかけたんですけど、パーカッションだったのでカホンソロとか途中で入るんですけど、ああいうのもすごく細かい繊細なところまで聞こえて、ちょっとびっくり今日は。そうですよね。でした。
そうですね、パーカッションのウィンドチャイムって、はい、こうキラキラキラっていうのが、はいはい、ものすごい繊細で空気感がこう伝わってきて、そうですね、綺麗だなと思ったんですけども、端っこから端までこう来る感じが美しかったですね。あとそうですね、私は結構やっぱ岸野さんのピアノの演奏の感じというんですかね、こう僕は優しさとかこう繊細さがすごく、魅力的だなというふうにありがとうございます。感じるんですけども、そのなんかこうお姿が見えてくるような感じというか、いやーすごい素晴らしい表現で、そこがすごく伝わってくるというか、すごく想像力がこう働くかなというか、それはすごい嬉しいです。確かにこうなんか音を聞いてて弾いてる姿とか、そういうのがこう情景として浮かんでくるっていうのはすごい素晴らしいことですよね。そうですよね。ピアノソロのこのピアニッシモの感じもすごく綺麗に再生されてたので、もう美しかったですね。嬉しかったです。そして、他にですね、岸野さんの作品以外にも、こちらのキース・ジャレットの、同じくトリオの編成の、これですね、もう名盤中の名盤、これたくさんねボリューム2ですけど今日持ってきたのは、たくさんライブ版もはじめたくさん出てるんですけど、ねもうすごい空気感でしたね。よかったですね。よかったですね。その違いというんですかね、すごくよく分かりましたね、いろいろな状況の違いというか。そうですね、まあピアノの違いとか録音の違いとかね、すごくあると思うんですけど、あとすごくこう忠実に再現するという音がすごく綺麗に全部聞こえるので、キースの声がすごかったですね。すごかったですね。あそこまでの存在感。あそこまでなんか普通だと「あー」とかっていう声ばっかりが聞こえてると思ってたんですけど、ずっとなんか言ってましたね。そうでしたね。常に声出して弾いてたんだっていうことが初めて分かった。そこまでこういろんなことがねちゃんと聞こえるんだと思って。そうですよね。ピアノの部分も今おっしゃったように本当にやっぱこう楽器の違いっていうんですかね、個性というかキャラクターが全然異なるっていうことが本当よくわかりましたね。やっぱり私はベーゼンドルファーなので、音が好きで弾いてるので深みがある音でしたけど、キースのピアノはキラキラしてましたよね。もちろん深みがあるんですけど、スタインウェイだと思うんですけどピアノは、でもやっぱり素晴らしかったですね。これそして何よりダイアナ・クラーズですね。これがまたねまた素晴らしかったですね。もう本当ストリングスとこうねボーカルも素晴らしいですね。こう世界観がすごい濃厚な世界観といいますか、音作りとこの演奏と、ゴージャスでしたよね。ゴージャスでしたね。別の世界といいますか、別の世界に連れてってくれたっていう感じ。ストリングスってあんなに繊細にね、もう包みでもなんかこういうことなんだってちょっと思いましたね。すごい音使ってましたしね最後ね。そうですよね。ハーモニーね、そういうことまで気づかせてくれちゃったみたいな。確かにあそこまでああいう試みがあったんだっていうですね。そんな楽しみもすごい発見がありましたね。そうでしたね。今日はねこれは弦の曲を聴きましたけど、多分管とかビッグバンドとか聴いてもすごくいいんでしょうね。そうですよね。確かに2曲目少しだけ聴かせていただきましたが、ギターのそうですね、エレキギターのクリーントーンの音が本当気持ちいい音でしたね。本当に気持ちいい。だってもう本当に
録音もすごくいい状態だと思いますけど、ね、だってクラウス・オガーマンアレンジアルシュミット録音ですからね。そうですね。すごいですよね。ダイアナ結構前なんですけどね、これね。ピアノの再現性という部分ですね。このスピーカーで、オーディオ装置で再生するという部分で、岸野さんものすごいレコーディングの経験をたくさんお持ちだと思うんですけども、そういった録音現場の音とか、生の音とかもそうですけども、そういったとこと比べた部分でのこのペルソナでのピアノの再現っていうのはどういった印象を持たれましたかね。そうですね、ベーゼンドルファーが好きなので、ベーゼンドルファーのすごい深みと美しさっていうのはすごく再現されているんですけれど、なんか生々しさっていうか雑な部分が少しクリアされているっていうか、それは演奏の雑な部分というよりもインペリアルってピアノは世界で一番大きなピアノなので、残響音がすごくて、ピアノのダンパーペダル、サスティンペダルが踏む音が入るんですよね。ザーンってそれがすごく気になるっていう人もいるくらいに、ソロピアノでレコーディングする曲なんかはそれが入っちゃって気になるっていう方がいらっしゃったんですけど、でも今ね聞いた感じでは全然そのペダルの音も気にならないし、だからそれだけもうピアノの音が美しく再生されてるから気にならないのかなとか、それもそう思いましたね。そうですよね。やっぱりただ単にそのままというか再現するっていうよりかよりらしく、ピアノらしくというか聞こえたり、美しく聴かせるっていうのは、そうですね。そういうスピーカーとしての性能っていうんですかね。そうですね。そういうところなんですかね。なんか私は洗練された音っていうふうに感じたんで、それが一番好きかなと思いました。すごくそうですね、加工してるみたいな洗練された感じじゃなくてナチュラルなんだけど、割と理想に近い形だと思います。私も録音をやるんですけども、仕事でするんですけども、やっぱりただ単にそのまま撮って再現するっていうだけだと、らしく再現されないっていう時もあると思うんですよね。そうですよね。そういった部分ですごくやっぱそれをいかにして伝えるかっていうところがやっぱオーディオ機器の本質だというふうに思ってるので、今おっしゃられたような部分がすごく上手なんですかね。そうですね。なんか雑な部分とか雑な部分って演奏してる方だとやっぱりすごく気になるし、もちろんそういう部分も必要なのかもしれないですけど、でもやっぱり美しく洗練された音になってこうやって製品になるっていうのは、それを音でスピーカーで聞いてもらえるっていうのが一番かなと思います。改めてですね、今日ペルソナの 3F で聴いていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。もうなんかナチュラルで繊細で洗練されているんだけど、とってももうバランスが良くて、もう割と理想的な音でしたね。もうピアノの音もそうなんですけど、弦の音とか歌も本当に優しく包み込むように入ってくるっていう素晴らしい音でした。もういつまでも聴いていたかった。そうですね。私もずっとこのままこれ一枚聴きたいなっていう感じで。本当です。このまま夜になってワインでもちょっとみたいな感じです。本当に。という形で楽しませていただいて、本当にありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではちょっと私から産方さんにもお聞きしたいことがあるんですが、よろしいでしょうか。産方さんさっきは音楽評論家、オーディオ評論家でしたっけっておっしゃってましたけど、実は音楽家なんですよ、この方は。ね。いろいろ
そうですね。ね細かく言うといろいろやってね、はいですよね。そういうだからご自分も曲を作られる時とかのはいとか録音する時のはい音質のこだわりとか、あそういうのもありますよねきっと。そうですね。かなりありますね。ねはかなりありますねじゃなくてでもそれがそうですね。まあ気になるですよね。やっぱり。うんですので何でもやっぱりいいっていうふうには当然いかないので、まあもちろんね。そういった時にこうペルソナは自分にとっても非常に理想的な存在かなというふうに思いましたね。なるほど。まあ、私自身実はまあ、ペルソナも使うんですけども、まあ、自分でこう設計して作ってるスピーカーもこうリファレンスとして使っていて、まあ、両方のそれを使って、まあ、制作だったり評論もしたりするんですけども、まあ、そういうところもあってなかなかやっぱスピーカーってこう一番音に影響するところなので、なかなかこう自分がいいなと思えるものが、難しいんですよね。それであるのが。はい、でそれでまあいろいろ聞いた中でですね、そういったリファレンスとしてまあ使うにあたって非常に理想的だなというふうに思っていて、でまあどういった部分かというと、先ほどまさに篠さんがおっしゃってくださったように、まあナチュラルなんですけども、こう美しく聴かせてくれるっていうところですよね。まあ、単にやっぱり元々を出すっていうところも音楽制作だとすごく大事なんで、まあ、自分で作ってる方はそういう方でやってるんですけども、やっぱそれだけではなくてこうオーディオならではのそういった再現性ですよね。いかにじゃあそれをよくいい形で聴かせてくれるのかっていうところが、まあ、このスピーカーが自分が好きなところかなというふうに思いますね。なるほど。まさにだって本当にね、繊細で洗練されてるんだけど、このナチュラルな押し付けがましさが一切ないし、そうなんですよね。それが素晴らしいですよね。そうですね。そこが本当に魅力かなというふうにね、私もそう思います。はい、現場から岸野でした。番外編。